皆さんこんにちは。今回は1ヶ月にわたった北欧の家外壁 DIY の最終回。塗っても塗っても終わらない塗装作業でも200時間かけて自分たちだけでやりきりました。驚きのビフォーアフターまでぜひ最後までご覧ください。まずは30秒で前回までのおさらい。スウェーデン人夫ヨハン、私と姉の3人で作業をすること160時間。ヨハンの夏休みがあと1週間に迫る中で、ここから屋根の一番高い部分と家の縁や窓枠すべてに塗る必要があるホワイト、家の土台も塗っていく必要があります。白夜で夜も作業し放題ということで、なんとか7月いっぱいまでに間に合うのでしょうか。メインカラーのグリーンを塗り終えたところで、サブカラーとなる白色のペンキを塗る準備に入ります。準備といってももうすでに洗剤と水で洗い終えているので、緑と白の境界線になるところに紙テープを貼っていきます。この角度からだと見にくいんですが、家の外壁と屋根の間には3枚分の木の板が貼り付けてあるので、はしごを動かしながら地道に白で塗っていきます。ちなみに今私が塗っている窓は縦 1.3 メートル横1メートルの三重ガラスで開かないタイプの窓があるおかげで光が入ってくるのは嬉しいんですが、家の中が暑くても冬換気をしたくても窓が開かないのはすごくネックだなと感じています。実は最近バルコニーの扉が壊れたので、業者さんに取り付けまでお願いしているんですが、そのお値段と扉の重さなどが衝撃的だったので、スウェーデンハウス1年の総集編で近々いろいろお話できたらいいなと思っています。ということでヨハンも手伝ってくれて、順調に1回目の白色を塗っています。なかなか気が遠くなる作業ですが、この家の黒で塗られている部分すべて白で塗らなきゃいけないということで、次に進みたいと思います。じゃじゃーん。ここのところはもともと黒かったんですが、白で塗り直しました。ここのねところをね、ずーっと白く塗っていかなきゃいけなくて、でもなかなか届かないんですよね。なので今使っているはしごがこちらと、もう一つ 5.5 メートルまで届くはしごがあるんですが、その2つを使いながら家を塗っております。あそこにブライアンとジャマがいる。めちゃくちゃ不満そう。はい、このグリーンは投票させていただいた時に一番人気だった薄めのグリーンの方を塗りました。2回塗った後はね、結構ねこんな感じでテカテカです。そしてもともと黒で塗ってあった家の周りの縁っていうのを白で塗り直し、そしてちょっと分かりにくいんですが、ここを一列見てもらうと、下の方だけなんか木が割れてるみたいに見えると思うんですが、これはですねヨハンさんが自分で修理したものです。これ1枚の木なんですが、木の最後の方が腐りかけてたんですね。なのでこの木の部分をね削って自分で新しい板をつけるという作業もしてもらいました。そして窓はねこっから見てもわかるんですが、めちゃくちゃ状態が悪いです。このパッキンっていうのかな、ここら辺のゴムみたいなやつももうボロボロになってるし、ペンキもね剥げて木が見えてる状態です。そして雨どいをね一回外して、こういったところに雨どいもともとあったんですけど、そういうのを一回外して塗りやすいようにしています。こんな感じ。前回家の裏側の作業を全然お見せできていなかったので、こちら側もお見せしていきたいんですが、家の後ろの方は森とつながっていて、家の真裏に物置が一つあります。なので今ヨハンは物置の屋根の上に登って作業をしています。そして時たまこうやってブライアンが寝室にやってきて、ヨハンが作業をしているのを覗いているのがすごく可愛かったです。 Hello, Brian. How does this work, huh?
I'm upstairs. I'm still in here, huh? You're upstairs, but I'm still here. Okay, close the window. Yeah. Otherwise I can't put it on. 私とお姉さんも物置の屋根の上に登って、これからある難しい箇所を塗っていきたいと思います。その難しい場所というのがこちらです。皆さん、これどこかわかりますか？正解はですね、家と物置の間です。まさかここを塗る日が来るとは思っていなかったんですが、前回もお話しした通り、外壁を塗る一番の目的は木造の家のこの木を守るというところにあるので、今こうやって塗ってます。ご覧の通りすごく塗りにくかったんですが、家の外壁と物置の外壁一斉に手が届く範囲で塗っています。疲れた。すごい屋根の上に乗って楽しいですそして今見えているこの部分が1階のリビングからつながっているドッグヤードです。ちょうど角っこのところにブライアンとジェマがいるなぁと思っていたんですが、ここでブライアンとっても変なことを思いついたみたい。本当にこういうとしてんのあんたありがとうブライアン。私たち3人がいつもこのはしごを登っているのを見ていたからか、ちょっとかわいそう。ブライアンありがとう来てくれて。ブライアンありがとう来てくれて。じゃあママありがとう来てくれて。ありがとう来てくれてね。次はボロボロになった窓の修理に入ります。So I'm just caulking the windows now. Because the old one is really bad. I'm not good at this, but it's just making sure the water doesn't come in. 5月にゲストルームの DIY をした時も使ったんですが、今回は外用のコーキング剤というもので、窓枠とガラスの間を気密性を保つためにこうやって埋めていきます。So like that. So I'm just doing that around every single piece of glass and making sure that it's actually sealed. 窓がこれだけボロボロだとさすがに風とか入ってきそうと思うと思うんですが、窓のガラスは三重になっているおかげで気密性は結構しっかりしています。そしてこれはスウェーデンの伝統的な窓の種類で、観音開きって言ったら分かりますかね。家の中から手前に窓がガッと開くタイプなので、窓を開けるときは風でバタバタしないように中から留め具があったりするんです。So what I'm doing right now is I'm using this base coat, which is to stop water from entering the wood anywhere where the paint is missing. These windows upstairs here are so bad right now, so they pretty much just need a full base coat after we have scraped them. Now it's done here in the corners, places I can see some wood showing through, and then everywhere all around here. So I'm just going around making sure that everywhere that has any wood showing has at least a layer of this, and then it's gonna get a new fresh coat of paint. スウェーデンには台風や地震みたいな自然災害はほとんどないんですが、私たちが住んでいる地域は冬になるとマイナス30度近くになったり、吹雪いて動けなくなるということはたまにあるので、私の佐賀の実家と比べると壁や床にはとにかくたくさん断熱材が入っていたりして、家の作りがそもそも全然違うなぁといつも思います。この家が建った44年前から使っているこの2階の窓もいつか変えたいなとは思うんですが、その前にリフォームしたり直したいところがいっぱいあるので、とりあえず今年はヨハンが修理してくれて本当に良かったです。はみ出さん用に塗るってことね。そうそう、めっちゃ難しいやろ。白のペンキで塗る範囲はグリーンのペンキと比べると4分の1ぐらいだったんですが、こういった細かい部分の作業も多かったので、小さいハケを使いながら慎重に塗り進めていきます。そしてこのグリーンとホワイト、皆さんどう思いますか？コメントにもいただいていたんですが、小さい範囲では明るめに見えても、こうやって広範囲に塗ると思っていたよりも暗めになったので、
改めて明るい方のグリーンにしていてよかったなと思いました。こんな感じで塗っていきますヨハンの家族も6週間の夏休みの中で家の手入れや修理をしているよということで、この写真が送られてきました。そうなんです。これはヨハンのお父さんがスカイリフトに乗って作業をしている写真。本当にすごいなと思うんですが、この家の縁の白い部分が剥げかけているということで、自分で修理をしているんです。私たちも同様にスカイリフトを借りて、この三角屋根の上の部分を塗装できるかなと思ったんですが、一つだけ懸念点がありました。スカイリフトを例えば借りるとして、スカイリフトはですね、ここにしか置けないんですよね。あそこに置いて立てて、そこからウィーンって伸ばして、そこら辺っていう感じかな。家の裏にはドッグヤードがあって、表にもガレージとウッドデッキがあるので、スカイリフトのサイズ感と長さによってはそれで対応できないかもという懸念点があったんです。スウェーデンでは DIY で使う機械などを誰でもレンタルすることが可能。私たちもこれを借りて実際に置いてみるしかないかなと思っていると、なんと9メートルのはしごを発見。屋根の高さは地面から8メートルなので、一度このはしごを借りて色が塗れるかどうか試してみることに。しかもスカイリフトだと1日レンタルするのに1万5000円ぐらいかかるんですが、このはしごは1日たったの650円。お財布にも優しいし、はしごを立てかけてみるとなんとか屋根の一番上まで手が届くということが判明しました。やっぱり長いはしごなのでグラグラして怖いっていうのはあるんですが、高所恐怖症だったはずのヨハンも夏休みが終わるまであと3日ということで、お天気が悪くなる前に急いで作業をしています。まさかはしごを使って屋根のてっぺんを塗るとは考えていなかったので、自分たちでもびっくりしていたんですが、家の正面ではもっとびっくりな方法で家を塗ることになりました。屋根の上で作業をしているとゴミ収集車がやってきました。私たちの地域では4週間に1度しか来ないこのゴミ収集。ゴミ代には月に1万円以上は払っているんですが、毎月190リットルという決まった量しかゴミを出せないので、普段からゴミが出ないように工夫しながら生活をしています。ここからちょっと衝撃的な話なんですが、うちの周りって同じ形の家が多いので、近所の人と話をしていると、屋根の近くの部分を塗装するときはいつもガレージの上にパレットを置いて、その上にはしごを乗せて作業しているという話を聞きました。話を聞いた時はと思って信じられなかったんですが、実際に一緒に屋根に乗ってやり方を教えてもらううちに、案外これならいけるかもと思い、その勢いで作業を始める私たち。ガレージの屋根の種類や角度などいろんなことを加味した上でパレットや木材を置いていくと、なんとかはしごがまっすぐになり、絶対危険だとは思いながらも細心の注意を払いながら交代交代で作業をしています。スカイリフト借りる必要あるかなと思っていたんですが、なんとかこの方法で大試練を乗り越えることができそうです。そして白色の1回目を塗り終えたら、次はグリーンの1回目を塗り、しばらく待って2色とも2度塗りをしていきます。はしごの上で作業するのはとても緊張するし集中力が必要なので、時折フィーカ休憩を挟みながら、なんとか屋根の上の方は7月いっぱいまでで塗り終わることができたんです。ということで残りは家の土台となっているベースカラーを塗ることだけなんです。それでは最後いきたいと思います。We're doing the base right now, the base of the house. I think it makes a huge difference. Actually, even though it's such a small area, it's making this look nice, make the whole house look new. Yeah, definitely. ヨハンが今使っているペンキは今回の DIY 企画で唯一のマットなカラーで、確かダークブラウンを選んだような気がします。
うちは木造の家といっても土台部分はこんな感じでコンクリートになっています。普段は草が生えていたり雪で埋もれている部分なのであまり目立たない場所ではあるんですが、外壁を塗っている時に結構色が剥げているなということが印象深かったので、急遽コンクリート用のペンキを買って塗ることになりました。今回7月の1ヶ月間、悪天候じゃない限りずっと外で作業をしてくれたヨハンとお姉さんに感謝を伝えたいのと、夏の DIY 企画第1弾から今回の3回目まで見てくださった皆さんも本当に貴重なお時間をありがとうございました。それでは最後にこの夏1ヶ月のビフォーアフターをお見せしたいと思います。日本から遊びに来てくれたお姉さんの力を借りながら、ヨハンの夏休み1ヶ月間を使って作業すること200時間。もともとはこの白い外壁に黒い縁が特徴だったこちらのお家が、なんと1ヶ月後にはこんな感じになりました。太陽光をたくさん浴びて傷んでいたこちらの外壁もめちゃくちゃ綺麗になりました。じゃーん。塗る前は少し明るめかなと思っていたこの緑も実際に塗ってみるとすごく落ち着いた色で2人とも大満足です。そしてボロボロだったこちらの窓もプライマーやペンキなどで木を保護することですっかり生まれ変わりました。去年の7月、内見をたった1回しただけでドキドキのオークションで買ったこちらの中古物件。1年暮らす中でこの DIY がダントツで一番大変で、でもそれと同時に一番思い出に残るプロジェクトとなりました。動画1本目でもお話ししたようにペンキ代だけで25万円ほどかかっていて、試行錯誤しながら作業をする中でどうしてもはしごだけでは塗れない部分が出てきて、スカイリフトを借りるのがいいのか、結局足場を組むことになるのかなんてドキドキしながら考えていたけど、まさかのはしごだけで全てを塗るという信じられない結果になりました。外壁を塗るというのは実は3人とも初めてで、しかも途中はお天気にも恵まれず、作業が本当に7月中に終わるかなと心配な時もありましたが、最後の最後に晴れた日が続き、なんとか7月31日をもって外壁の DIY を完了することができました。ここね、実はこうやって階段になってるんですが、あんまりね綺麗な状態じゃないんですよね。なのでここは来年塗り替えたいなと思っています。この玄関前のバルコニーとキッチン前のバルコニーは後から増設された部分で、最後にいつお手入れされたかはちょっと分かりかねるんですが、ペンキの色が剥げかけていたり全部きれいに塗られていないので、こちらはまた来年お手入れをしたいと思います。あと細かいところではあるんですが、この増設された屋根には雨どいがついていなくて、雨が降るとジャージャーと水が流れてしまうので、こちらも来年に雨どいを手作りできたらいいなと思っています。でもそれ以外は塗り残したところもなく、すべて塗り終えることができたので本当に安心しました。あ、そうそう、家の裏側には手を伸ばしても塗れない箇所があったんですが、試行錯誤しながら結局ペンキのローラーを使ってここも塗り終えることができました。実は最近家のロックを変えたり、バルコニーの扉も近々変える予定なので、もし動画として見たいよという方がいたらコメントに書いていってくださると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。ヘイドー。